今日はチョコサンドラングドシャを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、チョコサンドラングドシャを作っていきたいと思います。クッキー生地自体はたったの材料4つで作れて、さらに全部同量で作ることができます。なのですごくね、覚えやすいレシピになってます。さらに今回はチョコサンドということで、チョコレートをサンドして仕上げていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。卵白、薄力粉、グラニュー糖、無塩バター、チョコレート。今回はこちらの材料で作っていきます。まず卵白なんですが、こちら 40g ですね。目安としては L サイズ分の卵白になります。ただですね、M サイズの卵白の場合はだいたい30から 35g ぐらいなので、その場合は全ての材料を卵白に合わせてください。こちらのクッキーはすごく覚えやすくて、材料全て同量になります。なので卵白の重さに合わせて他の材料を用意していただくといいかなと思います。バターに関しましてはこちらは無塩バターを使用してください。そしてグラニュー糖に関してなんですが、こちらは普通の上白糖で代用していただいても OK です。もしあればなんですが、粉糖の方が溶けやすいので、一番作りやすいのは粉糖かなと思います。ただ今回はね、手に入りやすいグラニュー糖を使って作っていきたいと思います。そしてチョコレートに関してなんですが、今回はミルクチョコレートをね、サンドしていきます。こちらはお好みのチョコレートをサンドしていただいて OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。ではね、作る前にちょっとね、このシートの説明をしていきます。今回私はね、こちらマカロン専用のシリコンシートなんですが、こちらね、丸いガイドがあるので、これを参考にね、作っていきたいと思います。もしですね、こういったマカロンシートがない場合は、クッキングシートにだいたい直径が 3、4センチぐらいのものを探していただいて、そしてこちらをガイドにして、ボールペンなどでね、くるっと跡をつけていただくといいかなと思います。今回私はですね、こちら100円ショップに売っている大さじ1のスプーンを使ってます。こちらは参考にしてみてください。大きさがね、大きいものしかないよっていう場合は、インターネットでマカロンシート型みたいな感じでね、検索していただくと、こちらの丸くなってるものが印刷できるものもありますので、そちらを印刷して、そしてガイドにしていただくといいかなと思います。こちらは参考にしてみてください。それでは生地を作っていきます。そしたらまずここにバターを入れます。バターはね、できれば常温の状態に戻しておいてください。もし冷蔵庫からすぐ出しのバターの場合は、軽く電子レンジで加熱してください。こちらもですね、今冷蔵庫から出したてで硬くて練れないので、ちょっとだけで電子レンジで加熱していきます。電子レンジ 600W で10秒加熱してください。はい、加熱しました。そしたらゴムベラを使ってバターを練ります。これでまだね、全然硬くて練れないよという時は、もうちょっとだけね、加熱してみてください。一番はね、作る前にね、常温の状態に戻しておくといいかなと思います。はい、このように柔らかいクリーム状になれば OK です。そしたら続いてここにグラニュー糖を加えます。そしてすり混ぜましょう。このようにね、しっかりすり混ぜてください。そしたらこちらの卵白を数回に分けて加えていきます。一度に加えるとね、ちょっと混ぜにくいので、ちょっとずつね、なじませていきます。最初はね、グラニュー糖もね、溶けずにシャリシャリしてるんですが、だんだんね、馴染んできます。もしゴムベラがやりにくいなと思ったら、この段階でね、泡立て器に持ち替えていただいても OK です。ですね、グラニュー糖のシャリという感じがなくなるまで混ぜてください。なので粉糖を使っていただくとね、すぐ溶けるので、グラニュー糖よりね、早くできると思います。はい、これで OK です。このように滑らかな生地になります。そしたらここに薄力粉をふるって加えます。薄力粉はね、必ずふるって加えてください。はい、そしたらまたゴムベラで混ぜていきます。はい、生地はこれで完成です。このようにちょっとぽって
ってりとした生地感になります。こんな感じです。そしたら絞り袋を用意してください。こちら100円ショップの絞り袋にくっついてた丸いね小さめの口金です。こちらを使って作っていきます。もしこういったね口金がない場合は絞り袋の先をね少しだけ切って使ってください。そしたらこちらをちょっと縦長の容器にセットします。そしてこの中に生地を入れましょう。はい、生地はこれで完成です。そしたらこのシートの上にクッキー生地を絞っていきます。クッキーを焼くと少し広がるので、このガイドよりも少し小さめに絞っていきます。だいたい同じぐらいのね大きさになるように絞ってください。はい、これで今ね生地半分ぐらい絞った状態です。そしたらちょっと下から叩いてください。そうするとね生地が平らになってきます。下から叩くとねこんな感じで生地が平らになってきます。そうしましたらこちらを180度に予熱したオーブンで8分から10分ほどですね、様子を見ながら焼いてください。縁の部分に少し焼き色がつくぐらいまで焼いてみてください。はい、いい感じに焼けました。今私のオーブンで8分間焼いた状態です。このように縁の部分にちょっと焼き色がつくぐらいまでですね焼いてみてください。そうしましたらこちらをですね一旦このまま冷まします。焼きたての時はねちょっとクッキーが柔らかいので触らずにそのまま冷ましてください。それではですねクッキーを冷ましている間に中にサンドするチョコレートをね溶かしていきます。こちら適当にねチョコレートを砕いて入れましょう。包丁でね刻んでいただいても OK です。チョコレート単品を溶かす時は電子レンジでもね溶かすことはできるんですが、湯煎でやっていただいた方がね失敗なく綺麗に溶かせると思います。ただ電子レンジを使いたい場合は、30秒くらいずつねちょっとずつ温めて溶かしてみてください。一度にね加熱しちゃうとチョコレートが焦げちゃう時があるので注意してください。そして湯煎に当てながらチョコレートを溶かしましょう。この時ですねチョコレートの中にお湯が入らないようにだけ注意してください。このようにね綺麗に溶ければ OK です。そしたらですねこういった絞り袋の中に入れていきます。こちら100円ショップのセリアさんで購入した絞り袋なんですが、アイシング用のねちょっと小さめの絞り袋になります。こういったものがある場合はねこういったものに入れ替えていただくとやりやすいと思います。もしない場合はスプーンですくってクッキーの上にチョコレートを置いていただいても OK です。そしたらこちらセットしていただいて、はい、このようにセットして、そしてこの中に溶かしたチョコレートを入れます。そしてこのように下にやって、この上の部分はね飛び出ないように留めておきます。マスキングテープなどで留めておきましょう。こんな感じです。こんな感じでチョコレートを準備します。ではねチョコレートをサンドしていきます。今回全部でこのクッキー自体は48枚できてます。なのでサンドするのでだいたい同じぐらいの大きさをこのように2枚セットにまず重ねておきます。全部でね48枚なのでサンドするとトータルで24個できる計算になります。そしたらこちらね同じ大きさのものをこんな感じでね裏返していただいて、ここにチョコレートを絞っていきます。じゃあねこちら口を切ります。はい、こんな感じ。あとはねここに絞っていきます。絞りすぎないようにね注意しましょう。だいたいこのぐらいですね。絞ってみてください。そして上からクッキーを重ねてサンドします。こんな感じです。このようにサンドしてみてください。それではね残りも同じようにサンドしていきます。はい、じゃあ続いて2段目です。このねチョコレートを絞る量はクッキーのね大きさによってちょっと変わってくるので調整しながらね絞ってください。はい、これで完成です。あとはねチョコレートが固まるまで待ってから召し上がってください。はい、これでチョコサンドラングドシャの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにクッキーはサクサクで美味しそうに仕上がってます。このようにチョコレートもたっぷり入ってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。クッキーがサックサクです。すごく美味しいです。
はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のチョコサンドラングドシャのポイントです。まず分量に関してなんですが、今回クッキー生地の材料は全て同量で OK です。なので卵白の重さに合わせてね、計量していただくといいかなと思います。だいたい L サイズの卵の場合は卵白が 40g 前後になります。M サイズの場合はだいたい30から 35g ぐらいなので、こちらは目安にしてみてください。そしてバターに関しましては、こちらはできればね、常温の状態に戻してから使うようにしてください。今回私はね、冷蔵庫からすぐ出しのものを使ったので、その場合は電子レンジで10秒ほど加熱してみてください。まだそれでもね、加熱が足りないなという時は、もうちょっとだけ加熱してみてください。そしてまずね、バターをしっかり練っていただいて、その後グラニュー糖を加えてよく混ぜてください。続いて卵白を入れる時なんですが、一度に加えると混ぜにくいので、数回に分けて入れて、そしてよく混ぜるようにしてください。そしてその後薄力粉を入れるんですが、薄力粉を入れる前にグラニュー糖はしっかり溶かすようにしてください。ここでね、粉糖を使っていただくと、粉糖はね、溶けるのが早いので、もし粉糖をお持ちの方はね、粉糖の方が簡単にできると思います。その場合も同じ量で OK です。そして薄力粉を入れてよく混ぜて、生地ができたら絞り袋などに生地を入れて、そして絞ってください。今回はね、私はマカロンシートの概像基準にやったんですけれども、面倒な場合はね、そのままクッキングシートの上などに絞っていただいても OK です。そして絞り終わったら、天板の底の部分を叩いて、そして生地を伸ばしてください。最初は盛り上がってると思うんですが、下から何回か叩いていただくことで、生地が均一にね、丸く伸びてくれます。そしてあとはですね、オーブンで焼くだけなのですごく簡単です。焼き時間に関しましては、オーブンの種類や、あとは生地の大きさ、または量によってね、適正な焼き時間が変わる場合がありますので、こちらは様子を見ながら焼いてください。そして焼き上がった後はちょっと生地が柔らかいと思うんですが、冷めるとね、硬くなってくると思います。あとはね、チョコレートをサンドするだけなのですごく簡単です。サンドするときは同じ大きさぐらいのクッキーを合わせてサンドするようにしてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はチョコサンドラングドシャを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。